SNS 投稿で自分は男性社会の被害者だと声高に訴える若い女性。彼女の身に起きた悲劇とは一体。2025年10月12日、アメリカニューヨーク州オスウィーゴ、夜11時15分頃、23歳の女性オリビア・ヘンダーソンはファーストフードの袋を抱え、とある一軒家を訪れました。彼女はフードデリバリーサービスドアダッシュに登録している配達員。その日もいつも通り顧客に頼まれた商品を届けに来たのです。そして玄関先へ置き配を頼まれていたオリビアは、商品を置いたタイミングであることに気づき、スマホを取り出しました。動画を撮影しつつもその家を後にしたオリビア。彼女はこの後3000万人に向けてその客の丸出しになった下半身を拡散したのです。顧客の丸出しの下半身を撮影し、ネットで拡散したフード配達員。自分は被害者という彼女の言葉は一体何を意味しているのか。あなたはこの事件における本当の被害者は誰だと思いますか？おそすけんちゃんです。いやみやみこです。いやちょっと今年のクリスマスも終わったわよ。メリークリスマスでした。というわけで、やみこさん何食べたんですか、クリスマス？いやもうクリスマスディナーといえばのものを食べたわよ。クリスマスディナーといえばチキンを食べました。チキンを？でもスモークチキンを食べた。スモークチキンを食べて、あとキッシュね。もう本当にいい意味で典型的なクリスマスディナー。そうかしら、わかんない。キッシュってみんな食べるの？いや、キッシュとかパイとかチキンとか、それと私お手製のタルタルソースでホタテを揚げてホタテフライを食べた。すごいね。食べたいでしょ、あんた。食べたいね。ね。一緒作ってくんだそうだけど。いや別にあんた私の作ったハヤシライスとか食ってたじゃないの。いや、私の息子みたいなもんやん。あったか。まあでもクリスマスケーキも食べて大満足のクリスマスでした。最高じゃないですか。ね。なんかもっといいクリスマスディナーありそうだから、ちょっとみんなが何食べたか教えて。今回はニューヨークで起こった衝撃的事件をご紹介します。フードデリバリーの配達員が客のあられもない姿を撮影し、SNS で拡散してしまったというとんでもない衝撃的な事件なんです。それ要するにバカッターみたいなことなの？そう思うじゃないですか。それが動画を撮影した配達員は自分が加害者ではなく被害者だと言い続けていたんです。被害者の正義。2025年10月13日、アメリカ・ニューヨーク。その日 TikTok 上に現れたのはインディアルライフモンスターハイドールというユーザーの投稿。昨日ドアダッシュの配達先で性的暴行の被害に遭ったの。真剣な眼差しでそう語る女性の本名はオリビア・ヘンダーソン。彼女の言うドアダッシュというのはサンフランシスコに本社を置くフードデリバリーサービス。オリビアはその配達員として登録しており、配達先で体験したあるエピソードを語り始めたのです。時は遡り TikTok 投稿が行われる前日の午後11時15分、気温は15度と少し肌寒いその夜、オリビアはファーストフードのデリバリーを届けにある一軒家を訪れました。そして玄関先に品物を置き配すると同時にあることに気づいたオリビア。彼女はスマホを取り出すと、開け放たれたそのドアから室内へカメラを向けました。そう、その部屋のソファーの上ではデリバリーを注文した男性が下半身丸出しで眠っていたのです。オリビアは動画を撮影しながらその家を後にしました。彼女が男性の様子を撮影した目的とは、下半身を露出した男性客を撮影した翌日、オリビアはその動画を TikTok に投稿。動画にキャプションをつけ次のように主張したのです。あの男はアプリで配達員が女性だってことを確認した上で、わざとドアを全開にして露出して待ち構えてたの。そしてその投稿をした理由については、性犯罪の被害者として露出狂を社会的に抹殺することが正義だと思ったと語りました。動画は瞬く間に拡散され、3000万再生を超えるほどに。女性のフード配達員が男性の家に一人で行くことの危険性について SNS 上で議論が巻き起こったのです。要するに女性の配達員が来るって分かってたのに下半身丸出しの状態でお出迎えしちゃったってことでしょ？これ確かにわざとじゃないかって言われてもしょうがないんじゃない？ただこの件でね、社会的に問題があるとされたのは、性被害を告発したオリビアの方だったんです。まっとうな制裁。オリビアが TikTok に投稿した下半身を露出した顧客の動画は爆発的に拡散されました。一方で運営はこの動画をすぐに削除。その理由は性的搾取を示すもしくは助長するコンテンツであり、加えて同意のない個人のプライベートな画像の共有を禁止するポリシーに違反しているため、オリビアは男性を撮影した部分をカットしたバージョンをアップし直し主張を続けようとしましたが、運営は再度アップされた動画も削除しました。2度の警告を受けた彼女のアカウントは
はあと一度警告を受ければ永久バンの状態に。さらにオリビアの行動を問題視したのは TikTok の運営だけではありませんでした。彼女は自身が登録しているドアダッシュ社にも客から性的暴行を受けたと報告していました。その結果、オリビアが撮影した男性客のドアダッシュのアカウントはすぐに停止となったのですが、ついでオリビア自身のアカウントも停止とする対応が取られたのです。オリビアは TikTok 運営とドアダッシュ社のこれらの対応についてすぐに怒りの声を上げました。 You guys, my account is currently at risk of being banned because I had to explain my story one time, right? They took the video down and gave my account a strike. So I explained my story again and censored the video that I have just so they can't take it down for the same reason. They took it down for the same reason again, and now my account has a second strike. Guess what? If I get one more strike, I'm banned from TikTok. So not only did I get assaulted 3 days ago on October 12th on Sunday, I then lost my job. The police are doing nothing. And if I get one more account strike on TikTok, my account's done. This is a man's world. I'm the victim. Remember? I'm the victim. いや、オリビアはさ、自分は被害者なのに動画が削除されたとか仕事クビになったとかって言ってるけど、これどっちも別に性被害が原因ではないんじゃないの？まあおっしゃる通りなんですよ。TikTok をクビになったのもドアダッシュをクビになったのも当然の結果だったんです。オリビアはドアダッシュに収入の全てを頼っており、クビになってしまえば家賃を払うこともままならないと言います。なぜ仕事中に性被害を受けた自分の方が罰せられなければならないのか。彼女はそう言って男性優位な社会の在り方への怒りを示しましたが、これに対しドアダッシュ社は SNS 投稿で次のように反論。性的暴行の報告を理由に解雇することは絶対にありえません。問題は顧客の自宅内で動画を撮影し、個人情報を公共の場にさらしたことです。そう、顧客の自宅内の様子を撮影し SNS に投稿するという行動は性被害の有無にかかわらずプライバシー侵害の面で完全に問題があります。そんな常識も考えられなくなるほどにオリビアは男性に下半身を見せつけられたことがショックだったというのでしょうか。実は違うのです。なんとなくなんだけど、オリビアはさ、性被害を見逃さないみたいな正義感で投稿したってよりも注目を集めたかっただけなんじゃないの？まあ実はね、そうなんですよ。しかも彼女は注目されるために男性の家でかなり悪質な行動をとっていたんです。配達員のタブー。配達中の性被害について TikTok 上で何度となく投稿を繰り返し、加害者の男性を社会的に抹殺すると主張したオリビア。一方で彼女は警察には通報していなかったのですが、しばらくすると SNS のコメントに促される形で通報。仕事中に客から性的暴行を受けたんです。相談を受けた警察は当日オリビアがデリバリーを届けた男性客に対して事情聴取を実施。すると彼女の主張とは矛盾する状況が明らかになったのです。2025年10月12日、ニューヨークオスウィーゴの一軒家に一人の男性が千鳥足の状態で帰宅した。腹減ったな。バーで大量に酒を飲んでいた男性は視界もぼやける中、フードデリバリーサービスドアダッシュのアプリを開いた。彼は玄関前への置き配を指定してファーストフードを注文。そして自宅の開放感からか品物が届くのを待たず、ズボンとパンツを足首まで下ろした状態でソファーの上で寝息を立て始めた。翌朝、目覚めた男性は一言つぶやいた。寒いな。あれ、玄関開けっぱなしだったか。男性はその朝、自分がドアを開けっぱなしで寝ていたことが気になりはしたものの、昨日何があったか一切覚えていませんでした。そして数日が経つと、自分のあられもない姿を撮影した動画が SNS 上で騒動を巻き起こしていることに気づき、愕然としたのです。話を聞いた警察は、今回は故意ではないため罪にはならないものの、同じ行動を繰り返せば罪にも問われかねないと警告。同時にオリビアの性被害の告発はすぐに退けられました。その理由は、男性が当日重度の酩酊状態にあり、配達員が女性だと判断し、意図的に下半身を露出して待ち構えるような行動が取れたとは思えないため、またニューヨーク州法において男性が接触したわけでもなければ、意識をなくしてただ寝ていただけの状態は性的暴行に該当しないとも説明しました。このほかオリビアは当日、男性の家のドアは全開だったと話していましたが、監視カメラには彼女が玄関ドアを開ける姿が映っていたのです。いやいや、もう配達員が勝手に玄関ドア開けちゃダメじゃないのよ。だって置き配指定されてたわけでしょ？いや、そうなんですよ。これが事実であれば、配達員がね、家に入ってくる予定はないわけで、男性の方がね、下半身を露出して寝てたとしても、何ら問題はなかったはずなんです。
です。一部の SNS ユーザーにはオリビアが一番最初にした投稿にも彼女が男性の家のドアを開ける場面が映っていたとするものも、ドアは最初から全開だったと主張していたオリビアはその動画の矛盾に気づきすぐに削除、そしてドアを開ける場面が映っていないバージョンをアップし直したという噂があるのです。いやいや、これ本当だとしたら悪意しかないじゃないのよ。そこまでして注目集めたかったわけ？いや、そうかもしれないんです。今回は SNS でバズるためならモラルに反する行為もね、辞さないというね、そういった心理を見ていきたいと思います。本日のメタラキーワード、オンライン脱抑制効果について。オンライン脱抑制効果とは、匿名性の高いネット上において行動に自制が効かなくなる心理のこと。 SNS に迷惑行為を投稿するユーザーが現れるのは SNS が非現実の世界と捉えやすい構造になっていることが関係しています。 SNS では相手の表情が見えない上、コメントなどの反応が返ってくるのにも現実世界で他人に話しかけた時と比べてラグがあります。これらの条件から人間は SNS 上のユーザーを現実世界の人間とは別物だと感じる傾向が、その結果罪悪感や共感が薄れ、モラルを欠いた投稿をしてしまうことがあるのです。また SNS 上でいいねやコメントをもらえることは脳内に快楽物質ドーパミンを分泌させる報酬となります。それらのリアクションがいつどのように返ってくるかは投稿した本人にとって予測不能なもの。このいつ報酬がもらえるかわからない仕組みはパチンコやスロットなどと同じで、いつか大当たりが来るかもしれないという期待感を生み、強力な中毒性を持ちます。このような中毒性や目の前に人がおらず非現実と捉えやすい感覚から、非人道的な行動への罪悪感より投稿がバズる気持ちよさを優先する心理が生まれるのです。オリビアが性犯罪を許さないという正義感ではなく、バズりたいという承認欲求に動かされていたことは彼女自身の言動にも現れていました。 And they took down my video. They were gonna have to pay me for my second story time because that was over a minute long. They were gonna have to pay me for all those views I got. So nope, they took that right down. They took that right down. Absolutely not. They're not paying me for that. Nope. 投稿の中に収益の話が出てくる時点で正義感から動画を投稿したというオリビアの話は疑わしくなってきます。そしてオリビアが注目を集めるために撮った男性客の自宅内のプライベートな姿を拡散する行為はれっきとした犯罪。こうして迎えた2025年11月10日、自分は被害者だと何度も訴えていた彼女が皮肉にも容疑者として逮捕されることに。罪状は第2級不法監視と第1級不法監視画像頒布、正当な理由なくプライベートな空間にいる人物の服を着ていない姿を撮影、そして不当に撮影された画像を第三者に公開拡散したことに対する罪でした。オスビーゴ市警察署長のブライアン・トンプソン氏はオリビアの犯行について次のように語りました。こうした動画は一度ネットに出てしまうと取り返しがつきません。軽率な SNS 投稿が重大な犯罪になる可能性があることをよくご認識いただきたい。その言葉通り、オリビアが男性客を撮影した動画は削除されたものの、コピーされた動画が TikTok や X、Reddit などで今も拡散され続けています。何のゆかりもないフード配達員にデジタルタトゥーを作られてしまった男性の被害感情は計り知れず、彼は強く厳罰を望んでいると言います。なんか負のイメージ、悪いイメージのものほど一度消したとしてもさ、どんどんコピーしたものが拡散されちゃうわよね。自分の裸の動画が何千万人に拡散されたっていうのは、実際ね、その被害あったら生きた心地しないと思います。2025年12月4日、初公判を迎えたオリビアは弁護人を通じて無罪を主張。専門家によれば、これは本気で無実だと思っているというよりは、減刑のための司法取引を目指す上での一般的な戦略だといいます。 SNS 上ではあれだけ強気に発言したオリビアでしたが、裁判所を後にする彼女は父親にジャケットで顔を隠され、報道陣にも一言も言葉を発しませんでした。自宅という他人の聖域を犯し、全世界に公開するという決して軽いとは言えない罪を犯したオリビア。彼女には最高で懲役8年が課される可能性があるといいます。今回のように SNS でバズらせることに夢中になり、倫理観が薄れてしまったために起きた事件は昨今珍しくありません。例えば2025年2月には大阪の TikToker がドッキリと称してガソリンスタンドの従業員を車に閉じ込める事件を起こし、有罪判決を受けています。承認欲求は時としてこのような当たり前の良識をも奪ってしまいかねません。動画をご覧の皆さんは SNS に夢中になりすぎてはいませんか？
もし明らかに危険な手順で仕事をするよう命令されたら、あなたはその指示を断れますか。1999年9月30日、茨城県水戸市。お昼の12時頃、市内の国立病院に3人の患者が救急搬送されてきました。3人ともビニールのようなもので全身を覆われた異様な姿で担架に乗せられています。病院に到着後、一見普通の状態で会話も可能だったものの、嘔吐、震え、発汗といった症状を訴えていた3人。彼らが勤めていたのはとある核燃料加工施設でした。ここに運ばれてきた理由は、その施設での作業中に被爆してしまったから。3人のうち1人はこのような証言をしています。あの瞬間、私は青い光を見たんです。核燃料加工施設の仕事中に青い光を見たと話す男性。搬送後の病院での彼らの想像を絶する苦しみの日々とは。青い光の正体は生物の機能を完全に破壊するものだったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。